こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたご自宅はですね、1DK の一人暮らしのご自宅にやってきました。実はですね、ここのご自宅は、記憶的散策の視聴者の方から撮影をしてほしいっていう推薦みたいな感じで教えていただいて、実はやってきました。なんでもしかしたらメッセージを送ってくれた方は家に来たんかって多分今言ってるんじゃないかなと思ってます。はい。というわけでどんな住人の方なのか早速お話を聞いていきたいなと思います。じゃあ中に行きましょう。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。今回のゲストはですね、川さんです。はい。はい、川と申します。都内で会社員をやっております。実は2023年の、パルコで開催した夏祭りに当時やられてたお店で出店されてたんですよね。はい。今はそのヴィンテージのお店はどういう感じなんですか？なんかやんわりとこうフェードアウトしてるやんわりとフェードアウト感じなので、はい、またいつかこうちょっと戻れたらなと思ってます。で今は普通に会社員としてお仕事をされてる。はい。ということで今日紹介いただくこちらのご自宅が、間取りが 1DK、だいたい平米数はどれぐらいですか？20平米ちょっとぐらい。20平米ちょっと、はいはい、この物件はどうですか？選んだ決め手とかありますか？まずは駅近なのと、今日はちょっと雪なのであんまり日差しが入ってこないんですけど、すごい日当たりがいいお家で、内見来た時もすごいそれがいいなと思ったのと、あとここにある謎のへこみ間取りがすごい気に入ってここにしました。はい、というわけで今日は隅々までちょっとお話を聞ければなと思っているんですけど、リビング&ダイニングみたいな感じになるんですかね。そうですね。はい。はい。インテリアのテーマとか、そういうものと何かありますか？お城、キャッスルのお城がテーマになってます。今の家じゃなくて、前に住んでいた家によく遊びに来る友人がなんかお城みたいでいいねって言ってくれたのがきっかけで、豪華絢爛な派手なお城とかではなくて、背伸びしてない自分らしいお城みたいのを意識してお部屋を作ってます。このソファーはね、名作というかね。そうですね。仮目です。ソファーが欲しくってジモティーを巡回してたら5000円で出てて、明日までに取りに来てくれたら5000円でいいよ。すごいゲリラ条件ですね。ゲリラ条件だったので、もう行くしかないと思って行ったんですね。はい、取りに来ました。どうですか、実際に座ってみて、座り心地とかはいかがですか？座り心地めちゃめちゃいいですね。なんか見た目がちょっと革っぽいので、こう見た感じ硬そうに思う方もいると思うんですけど、結構座り心地いいですね。もう 2,3 年ぐらい使ってるんですけど、全然へたらずっていう感じです。これはあれですよね。ソファーカバー。ソファーカバーなのか。そうなんですよ。だから結構大判なんですよ。これにそれこそ夏かけてたんですけど、冬になってなんかラグ敷きたいなって思っていろいろ探してたんですけど、見つからなくて、ちょっともう面倒くさくなって引いちゃったっていう感じですね。結構気に入ってます。これがイームズのワイヤーテーブルです。ヤフオクで2万円ちょっとで買いました。イームズね、このちっちゃいサイズもありますもんね。はい、いいですよね。可愛い。これは今お香立て。はい。お香立てです。お香立てですよね。合ってますよね。事務用品のクリップにお香を挟んで、これで立つんですね。立ちます。なんかここのクリップ部分がいい感じにこう足になってくれて、すごい立つのでライフハックですね。はい。これはパイレックスのコーヒーポット。本当は中にもうちょっと部品があるんですけど、コーヒー飲まないのでティーポットとして使ったり、あとこれがもう直火が大丈夫なので、このままコンロでかけてゆで卵を作ったりとか。まあここはね、ぎっしり本というかたくさんありますが、休日とかは本を読まれることとかが多いんですか？そうですね。休日よりもどちらかというと平日、5日間電車で通勤しているので、電車の中で読んだりが多いんですけど、休みの日もダラダラしながら読んだりすることもあります。上の段は小説、こっちはちょっとアートブックだったりとかで、下はもう雑誌っていう感じで、これはもう小学校5年生の頃に読書感想文の指定図書になってて、読んだのがきっかけなんですけど、私の地元が舞台の小説なので、すごい小学校5年生でもこうなんかこう没入できた小説で、結構その辺これをきっかけに小説がっつり読むように
なったのですごい思い入れがある本です。吉本ばななさんの湖っていう本はすごい読んでて、なんか心にじんわりきたなって感じがしてます。これはまた男女の恋愛の話なんですけどすいません、ちょっとなんか恋愛小説好きみたいになってるそういうわけではないんですか？そういうわけではないんですけど、たまたまちょっとたまたまですね。僕とかはあんまり普段こう本とか小説とか読まないんですけど、は魅力感じることありますか？でもやっぱ自分の知らない世界とか考えに触れられるのが一番魅力的だなと思います。その作者の方が実際経験したこととかもすごく落とし込まれてると思うので、自分が行かない国であったりとか思いつきもしない発想とか、あと食べたことない食べ物とかが載ってるとやっぱ食べてみたくなるので、実際読んだ後買って食べてみたりとかもするので、すごい世界が広がる感じがして楽しいです。なんか古本でレシピ本を買うのが好きで、香港のなんかすごいですねテキストも、はい、香港のデザート90年代ぐらいの本なんですけど、こういうのをへ古本屋さんで買って。これはなんかレシピが載ってるんですか？そうなんです、レシピ本なのでちょっとまだ作ったことはまないんですけだ作ったことど、はないんだ。いつか作りたいなと思ってこういうのを買ったりしてます。ちなみにもともとそのヴィンテージのお店をやられてたと思うんですけど、そういうものにハマったきっかけというか、きっかけなんかあるはんですか？そうですね、大学生の頃に青春18切符うわ、で京都まで一人ではい行ったことがあって、1週間ぐらい滞在してたんですけど、なんかいわゆるその観光名所みたいなところを巡るの飽きてきて、京都の本屋さん雑誌ペラペラめくってる時に月日星さんっていう大原っていうちょっと京都の上の方にある古道具屋さんが掲載されてて、なんか面白そう行ってみようと思って行ったのがきっかけでもう一気にのめり込みました。多分その時が21で自分のウェブショップEC 始めたのが多分24とかなので3年ぐらいですね。それこそヴィンテージでお店やってた頃はもうこれで撮って、そうなんです、今もインスタに載せてる写真は基本これで撮ってます。コロナの給付金が出た頃に給付金で買いました。懐かしいですね。はい、給付金カメラです。給付金カメラ。はい。この本をしまってる棚自体、はい、これが IKEA で買ったもので5000円ぐらいだったかなと思います。この下にあるこれ、これ陶でできた、はい、これは何ですか？これ多分日本のカゴなんですけど、おひつとかを昔入れてたお米を入れてたカゴ、可愛くて好きで、これはもうちょっとお茶っ葉だったりペーパーナプキンとかを入れてお茶セットみたいな感じですね。イメージとしてはお茶系をここにごちゃっと、紅茶が好きで、紅茶の方か。そうなんですよ。セイロンティーがすごく好きで、セイロンティー、はい、スリランカで取れるお茶なんですけど、日によってこう組み合わせ変えて楽しみたいなと思ってるので、結構こう系統違うもの、なんか全然はい、系統がね。名古屋にある古道具めぐるさんの EC で買ったそばチョコなんですけど、これでお茶飲んだり、あと簡単にスープ飲んだりとかもしてます。あとこれはアラビアのコーヒーカップで、本当はソーサーがあるものなんですけど、これだけで売っててあんまり見たことないし、すごい可愛いので、雰囲気ありますね。はい、4000円ぐらいかなで買いました。はい、トレイも結構活用してますね。スウェーデンかなんですけど、すごい安くてなんか2000円ぐらいで叩き売りされてて、これはリサイクルショップで買った名もなきトレイなんですけど、すごい使いやすくて、なんか色のこの組み合わせも可愛くて気に入ってます。300円ぐらいおお、掘り出し物ですね。買いました。はいはいはい。これが飯星由美子で買った。飯星由美子。なんか食器とかやられてるブランド。へえ、初めて聞いたかも。アルミトレイ3000円ぐらいかな。なんですけど、アルミなんでこう傷がつきやすいんですけど、それもなんかこう味が出ていいなと思って。ちょっと国忘れちゃったんですけど、北欧のどっかの白樺でできたバスケットトレイみたいな、パンとか並べたりとかしてます。そうですね、ペーパーナプキン引いてパン並べてって感じで使ってます。いいですね。はい、温かみあっていいですよね。欲しいですね。欲しいですね。2000円ぐらいだったかな。これと一緒に買ったんですけど、なんかこの子も投げ売りされてて一緒に連れて帰ってきました。可愛い。はい。岸山大樹さんというデザイナーの方にお年賀でいただいたポストカード、白押しがされてます。可愛い。はい。すごい色味も可愛くて
その年賀状って言うと年賀状っぽいそうですよね。新年の感じしますね。言われないとなんかおし言われないゃれなポストとわかんない。カードって感じなので飾ってます。ここはその例のくぼみの遠いのとこですね。はい、初めはこう棚板を貼ってなんかディスプレイ台にでもしようかなって思ってたんですけど、うちちょっと洗面台がなくって髪乾かしたりとかスキンケアやるスペースがないので、そのスペースにしました。なんかドレッサーというか化粧台みたいなイメージですね。雑 DIY でダイソーのベランダとかに引くウッドパネルの木材を剥がしてそういうことか、ベニヤに貼ってもう IKEA の足つけただけっていうなるほど簡素なテーブルなんですけど、いつか変えようと思っても1年ぐらい経っちゃいました。これなんかでも相性がいいですね。このスツールと、松本民芸っていう長野の民芸家具なんですけど、馬の蔵って座るところですね、をイメージしてデザインされたスツールらしくて、初めてこういい家具を買ったのがこれだったので、すごく思い入れがあるので死ぬまで一緒にいようかなと思ってます。結構なんかその松本民芸とか、民芸ってなんか日本にいっぱいありますよね。そうですね、民芸家具いろいろあるんですけど、私はもう松本民芸が一番イケてると思ってるので、あ、そうなんだ。はい、個人的意見なんですけど、はい、他にもすごいかっこいい椅子たくさんあるので、はい、本当は欲しいんですけど、ちょっと椅子まだ間に合ってない。そうですね。実は私24歳ぐらいまで香水使ったことがなくて、これもその24の誕生日に買ってみようと思って買ったディプティックのデスペリードみたいなやつで使ってる人ちょっと見たことないんですけど、なんかおしゃれなバブみたいな入浴剤のバブみたいな香りがします。あ、本当だ。バスルームで嗅いだことありそうな香りですよね。香りだ。なんかこういうさっぱりした香りが好きなので、あとこっちの練り香水ポータントっていうブランドで、練り香水使ったことないんですよね。はい、結構こう自分の狙ったところにつけれるので便利です。結構匂い持ちもいいですか？あ、これは練り香水なんですけど、多分5時間ぐらいは余裕で香ってくれるので、もうこれ3個目とか。あ、結構じゃあレギュラーで使ってるんですね。レギュラーで毎日これ使ってます。これも家の近くのフリーマーケットで1000円かわいいとかですごい木が詰まった素材でしっかりしてて可愛くてお気に入りです。あと照明、はい、Z ライトって有名なものがあると思うんですけど、あれは山田照明ってところが作ってるんですけど、これはパクリですね。スワン電気っていうところが作ってる Z ライトで、Z ライトって結構原色のカラーリングが多いんですけど、これはすごくシルバーで派手じゃなくていいなと思って買いました。これ実際つけるとどんな感じになるんですか？この上を回してつけるんですけど、こんな感じになります。これは青山のファウンド無地で4000円ぐらいかなで買った木のボックスで、ちょっと詳細わからないんですけど、ここはドライヤーとあとヘアアイロンを収納してちょっと見えると嫌なので、こっちのバスケットは実は古いものじゃなくて H&M ホームで買ったカゴです。2000円ぐらいで買いました。でこの下の小引き出しはこれちょっと仕事中にいただいたものなのでプライスレスなんですけど、ちょっとこう文房具入れたりとか、メガネをかけてるのでこうメガネを収納したりとかしてます。でこっち側ダイニングスペースですかね。はい、そうですね。ご飯食べたり。ご飯しか食べてないです。ご飯しか食べてない。どうですか？ダイニングはテーブルと椅子とスツールか一脚ずつありますけど。こちらが D&デパートメントの店舗で見て購入したものなんですけど、飛騨工芸っていう日本の埼玉にあった家具ブランドのもので、70年代ぐらいのオーク材のダイニングテーブルです。木の感じがすごい良くて、それに一目惚れしたんですけど、若干ちょっと北欧意識してるのかなみたいなデザインも可愛くて、足が可愛い。そうなんです。足のすごい木の質感がめちゃくちゃ良くて、可愛いですね。これが決め手です。値段多分8万円ぐらいだったと思います。こういうちょっとなんかスクエアっぽいのって意外となくないですか？珍しいですよね。もともと丸型で探してて、もうそれこそ通勤電車でも行きも帰りもずっとダイニングテーブルでヤフオクとか漁ってる時に見つけて見に行って、これだって買いました。普段は椅子はどちらに座るんですか？
こっちがこっちにこっちですね、はいはい。フリッツ・ハンセンのアントチェア、アントチェア。ヤフオクで多分1万7000円ぐらいこれはで買い今ました。三本足、四つあ、足。これ4つ足です。四つ足か。以前出演していたカイトくんが3本足はそうですよね。でお話しされてたので参考に4本足参考ににしました。あれですよね。三本足だとあ、そうですね。意外とほってコロッといっちゃうって言ってましたよね。はい、言ってた俺もので覚えてるわ。絶対4本足にしようと思って4本足にしました。どうですか実際座り心地とかは。座り心地は正直ちょっとお尻痛いですね、長時間あら座ってると。まだ食事ぐらいだね。食事ぐらいだったらでも全然、あと冬ちょっと何も敷いてないと冷たいうん感じがします。いいな、なんか本当なんか景色も相まってなんか北海道みたいになってますね。本当ですねちょっとすごいですね。はい、晴れた日とかだとこの辺から空見えるので、うん結構ご飯食べてる時気分がいいです。確かにはい、心地よさそうここは。すごい癒しですね。うんシンク・オブ・シングスの工作椅子、これいただき物なんですけど、多分定価だと2万円ぐらいのものになります。なんかあえて無垢にしてるらしくて、その汚れとかうんペイントとかも自由に生かしていこうっていうスタイルの椅子らしくて、結構鍋とか私料理中この辺バンバン置いそういうたことねり。してます。ちょっとなんか置く時置く時とかにとかも野菜とか置いたりとか結構雑に使ってます。確かにダイニングとこのキッチンのここが距離が近いとそうなんですよ。そういう感じで使っ確かに使えますね。はい、でもちょっとこの子大事なので鍋とかはこっちにはちょっと置くのは怖いからそう置けなくてこっちならいいやみたいな。はい、雑に置いてます。それいいですね。はい、本当アルテックのスツールはいとかはも欲しかったんですけど、そういうこと考えると、まあ今はこれでい。全然ね。いいかなっていう感じで、いいですよね。これがパナソニックのモディファイっていうシリーズで、深澤直人さんうん。がデザインされてるもので、私眩しいのが苦手なので、この板が1枚入ってるのがすごい良くて、あ本当だったら多分電球基本そっかペンダントライトってむき出しだと思うんあ、ですけど、確かに。だからちょっとこうディフューズされてぼんやりとしたね。そうなんです。柔らかく柔なるのでらかい照明になってますもんね。デザインもその光の感じもすごく気に入ってます。これは照明の位置もちょっとこだわったんですか。あ、そうですね。ここだとまずここが動線なので、動線照らしても意味ないなっていうのと、ちょっと食堂みたいなはい。意識で行けるとこまでうん。連れてきてます。これもなんか賃貸でもなんかサセラのそうですね。よく売ってるちっちゃい虫ピンみたいな。はい、そうですね。あー石膏ボード用のやつで、耐荷重5キロぐらいあるやつうん。で釣ってます。こっちがまあキッチンということで、はい。なんかこっちからこの見た絵めっちゃいいですよね。あ、本当ですか。なんかタイルのこのグレーの感じすごいいいですよね。うん。築20年30年ぐらいなので、うん古いんですけど設備は。使い勝手とかの観点でもなんかいろいろあると思うんですけど、はいレイアウトとか、はいはいこうコンセプトじゃないですけど、なんかありますか。へえ、物はちょっと少なくって言ったらどこがって感じなんですけど、最低限に絞るようにはしてます。絞るように昔は結構吊る収納とかが好き見せで鍋とか吊りまくってたんですけど、もう今は最低限。確かにね結構そうですね、ミニマルというミニマルな印象感じですよねにしてて、もうこの辺はパッてこう手に取りたいものだけを置くようにしてます。これなんかマグネットでくっつくんですか。あ、そうです。これってマグネットでくっつくやつ。おーすごいアマゾンで1000円ちょいで買ったやつで、強力な両面テープでくっつけてるだけなんです両けど。面テープなんだ。そうなんですよ。ちょっと穴とか開けられないので、へでーくっつけてます。うん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 これコッパーケトル、銅のケトルなんですけど、紅茶飲むのにはコッパーケトルがいいって、業界では言われていて、へー熱伝導率が高いのでお湯がすぐ沸くんですね。で、紅茶に入れるお湯ってなんか水の中の気泡がなるべく多い方がいいらしくて、水をこうジャーって出した時の気泡が保たれたまま沸かしたいっていうことらしくて、ちょっともう受け売りでなるほどと思って探して、ヤフオクで1000円ぐらいあ、1000円ぐらいなんですね買って、ちょっとあんまり綺麗じゃなかったんですけど、自分でピカールとかで磨いてあー使ってます。全然違います。なんかなんだろう、温まるのが早い。早いです。やっぱり沸くのがすごく早いです。たっぷり入れても結構すぐ沸いてくれるので便利です。普段はい、エプロンはこの後ろのやつ使ってらっしゃるんですか。そうですね。使わない時もあるんですけど、かわいい。これは長野の松本の古着屋さんで買ったエプロンなんですけど、工場とかで使われてるような工場とかのやつか。エプロンってそういうことか聞きました。。そうなんです。だからすごいツールも入って、ポケットも多いですね。そうなんですよ。前職で古いものの手入れする時とかはこれつけてへーこの辺に道具入れかわいいてやってました。今はもうお料理用のお料理用に。エプロンなんですけど、へ
これのおかげですごいキッチンとダイニングでこうゾーニングとかにされてると思うんですけど、ここはまずなんでこういうレイアウトにされたんですか？でもまさにおっしゃる通りで、ちょっと仕切りを作りたくて、さっきのソファーとかもうんそうなんですけど、ちょっと部屋がそんなに広くないので区画を分けるっていう意味でここにドンと棚を置いてます。これもちょっと現場でいただきましおてープライスレスプラなんイスレスでですけど、業務用のスチールラックって奥行きがあるものが多いんですけど、はいこれはすごくこう幅がちょうどよくて、ああ、確かにそれで言うとそうですね。はい、小ぶりなので使いやすくて、もう5年ぐらい使ってるかなうんうん。感じです。これって、はい、要は両方から出せるじゃないですか。はいレイアウト考えるの難しくないですか？どっちからもこうそう見せる収納じゃないですか。ですね。どっちかっていうとやっぱ冷蔵庫側は雑になってるんですけど、あんまそう見えないですけど。本当ですか？やっぱ見える方が多いので、若干こっち側意識してるんですけど、もう私がいる側は結構こういうのとか、うんうんうん実用的なものをもうキッチンペーパーとか直置きしてるので置いてます。それなんかお店みたい、なんかこの棚越しになんか目が合うのがお店でこうなんか陳列されてる商品見てるみたいな本当ですね気分になります。クイジナート、はい便利ですよねマジで。スペックが高い方じゃなくて低い方、一番安いやつあ、そうなんだ。なんですけど、ちょっとオーバースペックかなと思って安い方を買ってみたんですけど、もう十分これで事足りるぐらい。2万円いくかいかないかでしたっけ？多分なんかそんなもんだった気がそんなもんか。します。はい。続いて寝室ということで、じゃあ中に案内してもらってもよろしいですか？はい。はい、失礼します。寝室は僕がマジで好きな感じです。本当ですか？嬉しい。カーペットなのが結構モダンなあ落ち着いた感じを僕は結構印象を受けてるのでいいなと思って、はいこれはあれですよね、ご自身でカーペットを買ってらっしゃるんですよね。徐そう々に境目がわかりやすいんですけど、ニトリのニトリのなんだ。カーペット、多分一番安いやつへえ。なんですけど、こういう寝室いいな、なんかいや俺も張り替えようかなちょっとなんか急になんか今マジでいいかもって思い始めちゃった。落ち着きますよね。落ち着きますごい。ね。この寝室はインテリアのテーマとかなんかあります？読む、着る、寝るです。読む切る寝る読む切る寝るでこうなるんだ。はい個人的には用途絞ってるような感じにしてます。これが日本の桐りダンスはいはいはないんですけど、本当は引き出しがここに2段入ってるんですけども、引き出しは取っ払ってちょっとオープンシェルフみたいな感じで使ってます。あとこっちの大きいクローゼットにも入ってるので、この辺はカットソーとかロンティーとか、あとパンツ系だけ入れてます。こっちには冬場ニットを重ねて置いてるので、中にも一応服はあるんですけど、よく着るのはこの辺に出てます。こっちは資生堂が昔ノベルティで多分配ってた鏡ノベルティなんだこれ。で500円ぐらいで買いへました。こっちは長野の上田市にあるキビクラフトさんかな、名前ちょっと合ってるかわからないんですけど、古家具中心に扱ってる家具屋さんで買った鏡で、なんか不思議なね、はい、こう素材選定ですよね。そうですね、組み合わせが可愛くて買いました。これは何ですか？これは多分スツール？かわよ。座ったりはできないんですけど、座ったりはできないんだ。ちょっとなんかカバンとか置きたい時とか、本とか積みたい時に広げて置いてます。普段は畳んで横にこう置いちゃってるんですけど。ここはベッドサイドに書籍とかを置いてらっしゃる。ちょっと本置く場所がなくって、本置きになってます。本当だったらもう少しこうまっさらな状態でサイドテーブルみたいな感じで使いたいんですけど、今はもう完全に本を積む場所になってます。でもこの見た目の感じも結構可愛いかなと思って気に入ってます。これはお給料と引き換えにいただいた。お給料と引き換え、それは人質みたいなことあるのかな。現物支給みたいな感じでいただいた台なんですけど、多分日本の古い立ち台って言って布とかを立つ用の台なんですけど、すごい木が分厚くて厚みがすごいですよね。立派で、あんまり立ち台ってこんな分厚いものなくて、もっと薄くて簡素なものが多いんですけど、これはすごいしっかりしてて一目惚れして、ちょっと高かったんですけど現物支給でいただいて、よく見るとここの立ち台なので切った跡みたいな本当だのが残ってるんですよ。確かに。はい。
結構この辺雑多なんですけど、インテリア系の本だったり、あとこれはバラのためにってやつ、定期的に読むのでこれはここに置いてます。これあれですか、なんかその寝る前にちょっとあ、パラパそうですね。ラっと見る系のものを置いてらっしゃるみたいな。はい。あと寝る前に普通に小説読んだらこの辺にポイって置いて寝てます。ここはあれですか、寝る前もちょっと香りを炊くというか香りをつけて。あ、そうですね。これが香り付きのオイルなんですけど、足の裏とかにつけてこれでグリグリやってます。そういう使い用途なんですかこれ。多分なんかボディに全部使えるはい保湿のオイルなので、マッサージオイルではないんですけど、すごい香りがお花のなんか華やかな香りがして好きなので、寝る前リラックスも兼ねてリラックスも兼ねて足の裏につける。つけてこれでゴリ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 するんだ。やってますここでやってます。ここで、はい。想像すると面白いですねなんか。あとは、はい、ここは照明がね、寝室にこういう形で2つあるの珍しくないでちょすか。っとおかしいですよ。でもいいですね。こっちがイサム・ノグチの明かり A の26かな。昔の家はこれダイニングとかに置いてたんですけど、なんかやっぱ寝室だなと思ってこの家では寝室に置いてます。すごい光が柔らかいのでお気に入りです。これ楽天かアマゾンで2000円ぐらいで買ったペンダントライトなんですけど、この配置にしてるのはもうまさに本読むためで、ちょうどこの辺りに明かりが欲しいなと思ってこう3箇所ぐらいピン止めてここまで釣ってきてる感じです。なんか横に置いてもいいんですけど、照明本読む時なんか上から欲しくて、横からだとなんかこう、ページが影になっちゃって読みにくいので上から欲しくてこの釣り方にしてます。しかもなんかあれですよね、ケーブルもこういうちょっとツイストの入ってるタイプのね、ケーブルだと出てても可愛いですよね。可愛いですよね。なんかつるっとしてるのだとやっぱちょっと可愛くないんですけど、これは下にブランケット。そうですね、敷いてるだけ。これも無印なんですけど、もう5年ぐらい使っててちょっとボロボロなんですけど。そういうことなんだ。はい。違うアクセントがついてる感じしますね。多分無印で統一してるからですかね。これは前住んでたお家から歩いて15分ぐらいのところにリサイクルショップがあって、そこで2000円で買ったんですけど、ちょっとこれ思い入れがあって、プラス1000円で配送するよって言ってくれたんですけど、なんか2000円で鏡買えたの嬉しくて3000円にしたくないと思って15分家まで担いで帰ったんですけど、中間地点ぐらいでもうしんどくなって鏡こうやって持ったまま立ってたら、通りがかりのおば様が、自転車乗ってるおば様が止まってくれて家まで運んでくれた優しい鏡です。優しいな。すごいだから思い出があって、なんかこの辺とかちょっと私が多分コンクリでかすった傷とかあって傷ができてるのか、ちょっと思い出深い全身鏡です。今まで行った中で結構ここは良かったなみたいなお店なんかあげるとしたらありますか？藤代リサイクル、すごく雑多に物が置いてあるリサイクルショップ、倉庫みたいなところなので、夏とか行くともう暑くて地獄なんですけど、すごいこう宝探し感があって楽しくて好きです。結構お値段もあれですか？すごい安いですね。なのでたまに本当にいい食器とかが見つかったりするので、そういう時はもうアドレナリンブワーって出てすごい楽しいです。これはシンク・オブ・シングスのポストっていうなんか発泡ボードで作られてるんですごい軽い素材なんですけど、なんかポストって名前の通り郵便局とかのそういう仕分け棚とか多分イメージされてる商品で、ポスターのように使える棚みたいな感じで売られてて、カレンダーもカレンダー手書きなんですよ。今年買ってなくって手書きでいいやと思ってメモピッてやって欲しいのを売り切れなので、もう今年はちょっと手書きで、はい、乗り切ろうかなと思ってます。はい、乗り切るという。はい、はい。川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後に川さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい、インスタグラムと TikTok をやってるので、よかったら覗いてください。あと、おすすめのリサイクルショップとかヴィンテージショップがあったら教えていただけるとすごい嬉しいです。はい。はい。普段はインスタグラムも TikTok も結構インテリアとかの発信というかコンテンツが多い。そうですね。インスタはちょっとインテリア寄り、で TikTok は結構 Vlog とか、朝ごはん作って食べる様子とかを載せてることが多いです。はい。じゃあぜひ気になる方はインスタグラムと TikTok ですね、チェックしていただければなと思います。お願いします。お願いします。